さて、今日はスペシャルイベントということで、トークショーということで、ダリー・ウォーホル、ジョアン・ジーベルトを取った男ということで、スペシャルゲストをお迎えしております。フォトグラファー、写真家の土井宏介さんです。どうぞ拍手でお迎えくださいませ。こういうふうに今活躍されている土井さんなんですけども、そもそも写真との出会いっていうのはどの辺から始まられたんでしょうね。一番最初にカメラを、買ってもらったというか、自分で買ったのかな、手にしたのは中学2年生ですね。僕今78歳です。ということはもう戦後間もなくの話ですよね。でカメラなんて贅沢品だったんだけど、たまたま向かいに中古のカメラを置いてる店があって、どうしても欲しくてですね、粘って買ってもらったのが最初なんです。で私の近所に小さな業界新聞の新聞記者がいて、その人が撮ったその人の息子の写真を見てですね、こんな写真が撮れるんだというのを見て感激したのが最初です。そこからカメラを取り出して、たまたま駅前にあった写真館のおじさんが丁寧に現像の仕方とかプリントの仕方を教えてくれたんですね。でそれから余計興味が深くなって、ずっとカメラとはそれ以来友達状況が続いてました。で27になって初めて大阪で写真の教える学校ができたんですよ。で思い切ってその年に入ったんです。で入って2年間勉強して、さらに1年間助手をやって、すぐに独立して商業写真スタジオを設けたんです。すると景気のいい時でしたから、割と仕事がもらいまして、パナソニックとかシャープとか日本コカ・コーラの PR の写真とかっていう仕事が入ってくるようになって、これは写真でご飯が食べられるなということで、好きなことで仕事になったらこれ以上のことはないなということでやってました。でも私のやってたスタジオが都市計画で取り上げられて、私のもんじゃなかったから僕のところには保証金やってこない、どうしようかなと思ってる時にふっと考えたのは、大阪万博で仕事をした時の友達が遊びに来いよって言ってたので、それを思い出してカナダへ飛んだんです。でそこからニューヨークの話が始まります。だから今言ったように目的はカナダだったんです。でカナダで、ブラブラしててモントリオール行ったら、街を歩いてたら写真スタジオがあったんで、持って行った作品を見せたら「お前何してんねん」って、今ちょっと旅行してブラブラしてる」って言ったら「じゃあ明日から仕事に来いよ」っていう話で、もうびっくりするような待遇で雇ってくれたんですね。でもやってる仕事が大阪でやった仕事よりも面白くない仕事だったもんで嫌だなと思ってお金になってましたけどね。たまたま一人だけニューヨークに知り合いがいたんで電話してみたら、モントリオールからだったら1時間半で来れるからおいでよと、週末においでよということで、その週末が2、3回続いたら、もうモントリオールがもういかにど田舎かというのは分かったわけですね。でニューヨークに行くと大阪にいるのとあまり変わらないような雰囲気でしたから、こっちの方が面白いわということで、もうすぐニューヨーク行っちゃった。それ以来ずっとニューヨークにハマってました。そんなわけでニューヨークなんて行く気が全然なかったところに運命が私を連れてってくれたということです。でそこがやっぱりお互い気があったというんですかね、僕にとっては隠れ場所だったし、勉強する場所だったと思います。その時代の一つのこの写真、土井さんの撮られた写真、カーターの時代に なりつつあったんでしょうかね。どんなアメリカの状況だったでしょう。まだまだ危険な状況で、僕がいる時に電通の社員が殺されたりとか、何人か日本に殺されたり強盗にあったという話もあります。で僕自身もニューヨークに滞在中に2度空き巣に入られ、1度強盗にやられ、1度首を絞められて気を失ったことがあります。僕は地下鉄の駅の標識がタイルでできてすごく綺麗だったんです。それを日本から来たタイル屋のおじさんがこれ撮ってくれへんかという依頼があったんで、無許可でしたから夜中で撮ったけども、夜中で、プラットフォームで撮ってたら気が付いたら首絞められて倒れたんですね。でカメラを全部撮られて、お腹の上には25セントの硬貨が1枚だけ残ってました。電話かけろということですよね。でそれで息を吹き返したし、怪我もしなかったからよかったですけども、危ない時期には間違いなかったです。でもそれなりにスリルはありましたけどね。運が良かったから助かったんです。
でこれは街を僕も四六時中カメラをばらされて歩いてましたから、たまたまバス散歩してたら人だかりに来たんで、何だって聞いたら、今度大統領に出るっていうんで運動に来てるんだよって、みんながジミー・フーって言ってた時代です。ジミーって誰も知らんかったですね。ピーナッツ屋のおじさんだったんですよね。ピーナッツのおじさんで、大統領候補になりそうだって言うから、まあ取っといて損はないなと思って取っといたんだよ。ほらみるみるうちに彼大統領になっちゃったんだよ。ということは僕は大統領の写真を撮ったと思うんですよ。ここにあるわけですよね。だから運が良かったですよね。でこういう出会いもあったわけです。これはジャズの好きな方だったらご存知でしょう。デューク・エリンの偉大なピアニストで編曲者がいます。彼の大きな葬式があるよということだけ聞いて教会に走ったらこんな状況だったんです。で誰だと聞いたらデューク・エリントンの葬式だったんですね。僕もジャズ好きだし彼のこと知ってましたから。でこれは出棺するよという喜劇なんで飛んで出てきてこの向かいのビルの屋上に上がって撮った写真です。デューク・エリントンはもちろん撮れなかったけどもこの中にいるわけです。デューク・エリントンね。この葬式はもう僕初めて経験でしたけど、もう有名なジャズマンが全部来てました。そして式の途中で突然音楽を流して代わりばんこにトリビュートっていうんですかね、デューク・エリントンを送るための惜別の歌を歌い出したり惜別の曲を演奏しだしたんです。でその中でもエラ・フィッツジェラルドともう最大の有名なジャズ歌手が歌った歌があったんだけど、それを聞いた時に彼女がデューク・エリントンですね。これは通常こんな表情はないですよ。もういつもやっぱりパフォーマーの表情ですけど、この時はさすがに親友のお葬式の日ですから、もうすごく沈痛な真面目な顔してますね。辛かったんだと思いますよ。そして、もっとこの死という意味では悲劇、1980年のこれですね、ジョン・レノン射殺。この日は月曜日でマンデーナイトフットボールっていうね、みんなが見てる、男が全部見てるようなテレビ番組やってたんです。で僕もそれを見てたんですけど、その後で僕仕事が入ってたんで上の空で見てたんですけど、たまたまテレビにバッと字幕が入ってジョン・レノンが歌ってたらしいと、ルーズベルト病院に運ばれたよっていうのが来たんで、あれと思って、僕が住んでたとこからほんの車で5分歩いても20分かからんぐらいのところに住んでてですから、僕はその日車の仕事だったんで車に乗ってここに来たんです。でもうこんな騒ぎでした。でも僕はその足で仕事に行かないといけないんで、たった1枚だけこれ写真撮ったんです。でもこの1枚はやっぱり記録として残ってます。でこれを見るたびにその日は何があったんだ、どんな悲しいことがあったんだ、どんな大きな事件だったということが思い出せますから、僕にとってはすごく大事な写真ですね。で80年だから30年経ってますよね。でもこれ見ただけであの日は雨だったんだということを思い出せるわけですから、写真の効力っていうのはすごいなと自分でも思います。で、あれですね、ジョン・レノンがごめんなさい、ジョン・レノンがこの辺ですね、ジョン・レノンが歌いてですね。土井さんどの辺、いろいろに住まられたんですよね。僕は転々としましたからね、この辺に住みました。この辺危ないところなんですよね。ヘルスエンジェルスっていうハーレーに乗ったギャングたちがたむろしてたところなんです。そこから、ミッドタウンにこの辺に移りました。この辺にも住みました。ここには住みました。でジョン・レノンが殺された時はこの辺にいました。映れへんかった。この辺にいました。サイトとか出ないですね。これです。はい。ちょっとベンチがないかもしれない。給料が変わるたびにアパートも変わってました。いいところにも住みましたけどね。こんなところにこんなセントラルパークのすぐそば、大きなそばに住んだところがありました。この上に行くほどいいんですか。一番いいのはこのグリーンの時間。葉っぱいい。やっぱり5番街、セントラルパークに面している5番街が一番豪華な。で、次はそういうふうにだんだん生活も良くなったっていうお話でしたけれども、
仕事はどういうふうに、ふらりといった日本人が、そんなどういうふうに生きていくのって今でもなかなか難しいかと思うんですけれども、その辺のお話をちょっとお聞きしていきたいと思いますけど、主には著名写真家のアシスタントとしてっていうふうにお聞きしましたけど、これもそう簡単なことではないですが、どうしてこういう状況になったんですかね。言葉もあまりできなかったです。自分ではできるつもりだったけど、行ってみたら通用しなかったということで、偉くてやと思いましたけども、たまたま、写真の技術を持ってましたから、写真の用語はほとんど英語です。だからアシスタントとしても彼が何を欲しているか、次に何を用意したらいいかというのは分かります。英語で喋ってくれてもその内容は理解できましたから、同じ職業の中におったからこそ仕事ができたということですね。で日本にはなかった仕事として著名写真家のアシスタントといっても一人じゃなくて、ちゃんとしたアシスタントできますよということで登録できるクラブがあるんです。それはフリーアシスタントを集めて、ニューヨークのことですから世界中から写真家が来るわけです。でも費用のこともあって自分の助手を連れてくるわけにはいかないと。でも、地域の状況もわからない、現像所がどこにあるかも知らない。でもそういうことを知っている人がアシスタントでいてくれたらすごく助かるわけです。だから指名がかかってくる。英国の写真家が来て僕に仕事してくれてきたり、フランスの写真家が来て僕に仕事を助けてくれていったりという仕事が時々回ってくる。そういうアシスタントしてる連中が何十人っているわけですね。だから評判が良かったら次々と仕事が来ます。割と日本人っていうのは気が利くし丁寧だし、真面目だ。僕は真面目じゃなかったですね。だから仕事は割と順調にまだできました。このピーター・マックスの相当な方だったんですね。年配の方はデザインに関係のある方は覚えてらっしゃると思います。相当売れたデザイナーです。グラフィックデザイナーで、今横尾忠則さんって言いますね。彼のが基本にした方なんです。この方はすごい儲けたから、結局文房具とかいろんなものをプロデュースして自分の名前を付けてピーター・マックス文箱とかね、ピーター・マックス万年筆とかそういうのを作って商売出して売ってました。これは彼の商品を撮影して来てくれたらスタジオしてました。ちょっとマイクを使っていただければと思います。で次がですね、どなたもご存知だとヘルムート・ニュートンとも助手の仕事をなさったということですね。彼はフランスから来て、彼の来る1ヶ月ほど前にこう入ってますか？著者です1ヶ月ほど前に予約が入って、水着の撮影するから一緒にハイチに行ってくれという話で、美味しい話でした。もうすぐ OK 引きました。というのはヘルムット・ニュートンはもう世界的に有名な写真家でしたから、この人と仕事ができるなんて光栄だなと思って引き受けたんです。でその時には、日本でいうプレイボーイのような雑誌で、男性向きの男性誌で水着の特集のファッションページでした。でモデルが全部黒人だったんですね。で撮影地がハイチでしたから、ニューヨークからハイチへ飛んでいったんです。でその時のこの一番左に端に写ってる男性と知り合ったのがきっかけで、ニューヨークでいろんな有名人とか知識人と出会うきっかけになった人だったんです。全然どんな人か僕知りませんでした。ヘルムートのことはよく知ってましたけど、彼のことは全く知らない。で後から分かったのは、この左の男性は有名なアーティストで有名なダンサーで映画俳優だったということなので、007にも準主役級で出てましたし、画家としても結構名がありました。その上、大ヒットした初めて黒人ばっかりで作ったミュージカル「ウィズ」の監督で衣装デザイナーで振付師でもあったんです。そんな人だったというのは後から知ったんです。だからいい巡り合いをしたなと思いました。で彼は僕のことを気に入ってくれて、このハイチに行った時ですら画廊をあちこち一緒に連れて回ってくれたんで、あれこの人こんなこと知ってるんだっていうのはびっくりしたぐらいでしたね。だから僕にとってはヘルムートよりもこの人の方が面白かったです。確かにヘルムートは一流の写真家でしたけども、仕事だけさせてもらったらいいやという感じでした。でもこのジェフリーという男とは
これは付き合っていきたいなという気はしましたですね。その辺の話はまた後で出てまいりますが、なんとヘルムート・ニュートンの作品にモデルとして土井さんは出ていることが判明しまして、見てください。一人人数足らんから黄色のカーテン入れようやということで、お前水着着て出てこいって言って撮られました。だからね、世界的な写真家が撮った写真の中に僕が入ってるんですよ、だからこれは記念だとして置いてありますけどね。そして、もう一人、重要な、日本では少し知られてないんですが重要な写真家です。この方の助身もなさったというこの方リリアン・バスマンは、1945年ぐらいから写真を始めてですね、僕らが戦後アメリカ映画が入ってきて見て、もう驚くほどリッチな国だと、羨ましいすごい国だというふうに思ってた自分のファッションを撮ってた写真家なんです。でしかも女性の目でファッション写真を撮り出した初めての人です。でリチャード・アベトンという有名な写真家がいるんですけども、その人も彼女に育てられたというような感じの人なんですね。つい、去年亡くなりました。でもこの人の仕事を一度手伝ったことで、なぜか気に入られて、何もしてないんだったら明日からおいでって言って雇われました。2年間彼女と一緒に仕事させてもらいました。その時はもう華やかなファッションの写真は撮ってません。でも百貨店のカタログなんか撮ってましたですね。イタリアンボーグとかドイツボーグとかハーパース・バザールの仕事でしたから、本当に一流の写真の仕事でした。でそのお金になる写真以外に自分のアイデアで撮る写真を手伝わされましたけど、そちらの方がずっと面白かったですね。もうムキムキのマッチョマンのヌードを撮ってみたりとかですね、もう中身がすごい若いおばあちゃんでした。そのように仕事的にはなさっていらっしゃったんですが、いよいよこの土井さんの作品の主人公たちをちょっと紹介していっていただきたいと思います。まずはサルバドール・ダリです。ダリはご存知のようにシュールリアリストで、スペインの出身の画家ですが、ニューヨークにいたりスペインにいたりと晩年はいろいろ移ったようでございますが、これが最初にダリと会った時なんですけど、右側の女性が大阪でモデルをやってた女の子で、もうすごい手の綺麗な女の子だったんです。でパタッと街で会って「何してんの?」って言ったら「出てきちゃった」って「何してんの?」って「私の手を使いでやってる人がいるから来たんだ」って言って、手専門のモデル、化粧品を持つ手でとか自分を乗ってる人とか、もう手の綺麗な写真が必要な時には彼女にお金がかかると、結構いいギャラを取ってましたですね。で彼女から電話がかかってきて「今夜ダリっていう画家みたいな人に会うんだけど写真撮ってくれへん?」っていう話が来たんで、これは儲けもんだと思って飛んで行って会ったのがこれ最初の日です。でその時にちゃんと綺麗な写真を撮ろうと思って大事なライティングの道具を持って行ったんですけども、セットしたらそのライトがつかなかったんですよね。こっちはもうすごい慌てましたから、こんないいチャンスを取りますのかと思って、でもどうしてもつかないから仕方なしにこういうふうに今ここにあるライトを使って撮ることにして撮ったんですよ。だから僕が慌ててるとこを彼が見てたんですね。でそれが印象に残ったらしいです。それから偶然街で会うことが重なりました。今言ったように、四六時中カメラぶら下げてますから、会ったら必ず撮ってました。すると向こうも顔を覚えちゃってですね、向こうからこなして挨拶してくれたり、次の写真もありますけどもステッキを上げてね、おまた会ったなという感じで、僕にしたら最初に会った時の印象がやっぱり怖い人でしたよね。もう怪奇現象そのものみたいな男でしたからね。ご存知のようにこういうひげを蓄えてですね、近寄りがたい人でしたけども、この撮影の時にちょっとお話しさせてもらったんで、こういう時にちょっと会話を交わしたことですごい優しい人だというのが分かりました。でもう完全にカカア殿下の人でしたからね、この左側がいたからこそ成功したっていうような感じですね。頭が上がらん人みたいです。でも思ってた以上に優しくて感情のいい画家でした。では次に同じ芸術家でちょっと世代は若く
がありますが、アンディ・ウォーホル、これはもうご存知の方多いと思いますが、このマリリン・モンローのこのですね、作品で何よりも有名ですけれども、彼はどういう人物だったんでしょう。大金持ちの息子だったんですけどもね、とにかく遊びを芸術に変えてしまった人だったで、何でもないスーパーマーケットに売ってるスープの缶をうまいことアレンジして芸術にしてしまってですね、それが売れちゃったんですよね。そこから始まって有名人たちの今の肖像写真を色を変えたものをこしらえて、同じものを何枚も何枚もこしらえて売り出したところが当たったんです。大当たりです。後藤久美子さんって言いますよね。彼女が今フランスにレイサーと住んでますけど、彼のお説様にこの写真が20枚ぐらいかかってます。でも最初のサインのあるリトグラスだと今1億円以上します。1枚だから後藤久美子がこの絵だけでも20億円ぐらい持ってるわけですよね。であっという間に売れました。で、ユニークな新聞、地方新聞を出したり、彼自身も写真を撮って写真集を出したりしてましたけど、とにかく遊び好きなんで、ディスコテック、パーティー、もうしょっちゅう会いました。で僕の仕事は、その時の仕事はリリアン・バスマンの助手をしながら、夜のセレブたちの遊び状況をレポートする新聞雑誌記者と一緒に組んで、そういう場面で写真を撮るという仕事が回ってきてたんです。だからこういう連中と会う機会があって、正式に許可されて中に入っているもんですから、ここだけ近づいて撮れてたんですね。それは結局僕はフィルムはキープしてますから、写真としてね、僕の写真として残ってるわけです。この左の女性も綺麗な女性ですけども、ローリング・ストーンズ、有名なロックグループのリーダーの奥さんだった人です。もうすでに別れてますけどね。もう遊び仲間です。しょっちゅうディスコに来てましたですね。スタジオ54という名前聞かれたことがあると思いますけど、会員制のディスコテックでしたけども、僕らも取材で入れましたから、いろんな人に出会いましたけどね、しょっちゅう来てました。では次にちょっと世代は上がりますが、グロリア・スワンソン、往年の映画女優ですねのサンセット通りという1950年の自伝みたいな映画ですけれども、彼女とも土井さんはかなり何か親しくなったというお話で、はい、パーティー、さっきのジェフリー・ホーダーの紹介でパーティーで出会ったんですけども、どこから来たのと言うから日本から来たのと言ったら途端に態度が変わってですね、彼女当時はマクロバイオティックという玄米食にこだわってました。旦那さんが有名な日本人でマクロバイオティックを教えてる先生から直に教わったという生徒だったんですが、その旦那さんの勧めでもう年を取ってきたし、もういい加減に健康食にしようよということで健康食に変更してですね、もうロケーションに行く時からお弁当から飛行機のお弁当から全部旦那さんがこしらえてマクロバイオティックフードで生活してた時代だったんです。だからそれを教わったのは日本人だということで興味があったと思うんですね。で僕は遠慮なしにこなして写真撮ってるから遊びにおいでよっていう声かけてくれたんです。それこそさっきの言った高級住宅地5番街の角に広大なマンションを持ってる、日本で言えば古い話ですけど田中絹代さんクラスの人です。だから無政時代から大女優として活躍して、サンセット踊りで最後に引っかかったですけどもアカデミー賞を取った本当の大女優さんでしたね。その人が気軽に声をかけてくれて、パーティー自宅が変わってもここへでここへでって言って横に座らせてくれてですね、本当にとことん扱ってくれたからびっくりしましたですね。サンセット通りでは非常に嫌なおばあさんでしたけど、そういう人では全然なかったってことですね。これとさっきの写真とは全然別の日ですよね。だから3、4回お宅に伺いました。で旦那様のジャズ歌手で有名なビリー・ホリデーの自伝「奇妙なフルーツ奇妙な果実を」っていう小説を書いた人だったんです。でその方もすごく知的な方で、ちょっと天才的な方でした。お二人ともに可愛がっていただきました。次はジャズピアニストビ
ビル・エヴァンスなんですが、皆さんこのLP とか写真を見たことがおありかと思います。彼の代表作「ポートレイト・イン・ジャズ」ですけども、土井さんの撮った写真は全然別人のように見えます。この人もね、もう本当に正統派な音楽家でした。クラシック音楽から影響を受けてジャズに転向して、すごく、知的な階級に好まれたいい音楽家だったんですけども、裏ではプライベートでいろいろ揉め事があって、長い間付き合ってた、女性と別れて、次の女性とそれを寄り添った途端に前の女性が地下鉄に飛び込んで自殺する。それがショックでですね、やっぱりお酒と薬に溺れちゃって最後は若死にしてしまいましたね。もう一番脂の乗り切ってる時に若死にしたと。この写真を撮って4年ぐらいしてから死んだんじゃないかな、多分。いまだにすごく人気のあるピアニストです。今お話を聞いていきますと、どうもそのパーティーというのがニューヨークの生活の中で非常に重要なポイントということで、パーティーでの写真というのも数たくさんございます。その辺を見ていきたいと思います。バニー・マニー、懐かしい気がします。シャリー・マクレー。これどんなパーティーだったんですか？これはね、雑誌のある賞、例えば年間に一番活躍した人たちを表彰するというアップルアワードというニューヨークの出版社がやったパーティーなんですけども、それの表彰式に出てきたんですね。で、僕はバニー・マリロのことは知りませんでした。シャーリーは知ってましたけども、親しく話をしているからそばへと撮ったんです。後から誰やって聞いたらバニーっていうか誰なのって聞いて、その後から音楽を聴かせてもらいました。結構売れっ子だったみたいです。はい、でこれもパーティーで撮られたんですか？これはね、シャーリー・マクレーンが、一人みたいなワンマンショーでブロードウェイで2週間だけ特別限定公演したんです。それのオープニングの夜のパーティーに出ていった時です。だから舞台で一生懸命踊ったからちょっと疲れてましたけども、いい顔を見せてくれました。これはライザ・ミー、これもパーティーですね。これもパーティーですね。この左の子は有名な黒人のモデルでしたけどもね、ライザはオーバー・ザ・レインボーという有名な昔の映画に出ていたジュディ・ガーランドという女優と、ヴィンセント・ミネルという映画監督の間にできた娘です。だから、カエルの子はカエル、やっぱり女優になってます。歌も歌います。で、キャバレーっていう有名な映画でアカデミー賞を取っています。ついこの間見たら、セックス&シティに自分役で出演してました。だからもうその年ですけども、現役としてバリバリ活躍中ですね。歌も上手だし、喋りも結構面白い人でした。この次はマーゴ・ヘミングウェイ。これになると私の世代になってくるんですが、これはパーティーですか？これもパーティーですね。これは、何かひょっとしたらね、なかなかこっちを向いてくれなくてですね、僕はカメラを構えて10分以上狙ってました。やっぱり向こうを感じるんですよね。仕方なくこっち向いたという時にパチッと撮って。でもこれは僕が思うのには彼女が一番綺麗な時だったんです。これから10年足らずの時にもうすごく太っちゃって見にくくなって結局ドラッグで死にました。彼女は文豪アーネスト・ヘミングウェイの孫です。リップスティックっていうリップスティックっていう映画でヒットしてます。いい女の子でしたけどね。もうこの時は本当に輝くように綺麗だったんですけども、あれだけ変わっちゃうのがいるぐらい見にくくなって死にました。だから多分おじいさんの名声を背負いきれなかったんだと思います。このパーティーなんかで撮るっていうのは、相手にとって土井さんのことをそれほど知っていないわけですよね。それでもこれだけいい表情で撮るとかですね、なんか言われちゃうっていうようなことはないもんです。僕はねすごく内気なんですよ、ね、人前での嫌なぐらい内気なんだけども、カメラがここにあると何にも怖くなくなると、でドアつかましくなってしまいますね。だからいいのを撮ってやろうという気分が乗ってますから、少々のことには物おじしなくなってます。でこれなんかはもう本当に10分以上こなして狙ってました。カメラ離さずにね、
話したらダメなんです。話す時に異常が出るんです。だから話さずに待ってて、向こうも見られてるのは気についてるわけです。でもできるだけ見たくない。でもあまり見るから仕方なしに、なんだこいつって見た時に撮ってるわけです。だから緊張感が取れてるわけです。しかもシャッターの音聞いた後はニコッと笑ってました。撮られちゃったっていう感じでね。だからいい写真撮るのはそんなに簡単なことではないです。今度はちょっとあまり知らないんですけども、このボブ・グッチョーネさん、当時はかなりいろいろと読みましたけれども、あれですか、ペントハウスですよね。ペントハウスを作った人で大金持ちですね。カリギュラという自作に映画を作ってましたけども、評判悪かったですね。ご覧のようにもう成金そのものです。ギンギラギンです。ペントハウスという雑誌は日本でいうプレイボーイ、アメリカで有名だったプレイボーイに対抗して作った男性のためのちょっとエロっぽい雑誌です。でも大ヒットしましたから大金持ちになりました。でマンハッタンの中心の先の高級地に4階建てのビルを買っちゃって、1階にプールをこしらえてですね、もうパーティー三昧の日々でしたですね。で奥さんはすごく知的な方で、ビバとかそれからオムニっていう有名な科学雑誌があるんですけども、それを出版した人です。どうして彼らがひっついたかよく分かりませんけども、片っぽは本当にもう色男でしたけども、この上もなくキザな男でしたですね。でも大成功です。でも今は2人ともがんにかかって病床にいます。で次は、懐かしいギターモネロ、はい、ウエストサイドストーリーで、はい、チャキリスの恋人役やってます。最大のミュージカルと言われているウエストサイドストーリーのオリジナルメンバーでですね、日本の女性にはもうめちゃくちゃ人気のあったジョージ・チャキリスの相手役をしたマリアの役をやった女の子です。この人もその後女優人生ずっと続いてまして、演技派女優となってしまって、トニー賞も取ってますし、アカデミー賞も取ってます。でもすごい気さくなプエルトリコ系の女優さんですね。僕も何遍も会いました。その青田に覚えててくれたから「おいでおいで」ってハグされましてですね、すごく気さくないい女優さんでした。次はちょっとバレエの好きな方の、このロシアからこれはソビエトですか、その当時亡命した有名なダンサーですね、男の方が。僕は顔を見ておおいい顔してるなと思って撮ったんです。後からノレイ人では分かりました。でも凸凹の激しいね、すごい写真になるいい顔してました。できればスタジオに連れてきて撮りたいなという感じの富豪でしたですね。小さい人でした。土井さん何かそういう勘がいろいろ働くようでして、この、なんですけど、このすごい言葉を私聞きまして、ニューヨークにはパパラッチはいないと。これはどういうことですか？要するにカメラを持って有名人を追いかけてる連中がいますけども、割と厳しいんです、ニューヨークは。でそういうふうにして隠し撮り撮った写真を使ったらすぐ訴訟されるというケースも多いわけですから、よほど用心しないと使えないです。せっかく撮ってるんですね。でも結構使われてはいますけども、下手すると訴訟されてえらいことになります。だから、ヨーロッパほどは多くありません。それからダイアナさんを追いかけたりしているようなああいう多い連中、英国はすごいパパラッチが多いですね。でもアメリカはニューヨークは特に少ないと思います。はい、そして土井さんはですね、やっぱりなんか感じると撮るというところがあって、それが次のスターを撮っているということがありまして、まずはアイリーン・キャンです。彼はフラッシュダンスで有名になったプエルトリコ系の女の子です。日本では UCC のコマーシャルで結構出てました。アメリカンドリームを達成した女性の一人ですね。2つの映画でもう一発で上に上がりました。その後もやっぱ活躍してますから、今もフロリダで歌を歌ってます。もう70ぐらいかな。この自宅に行かれたってのはどういう経緯だったんですか？これはパーティーで出会ってですね、僕たちのグループと彼女のグループとは話がして、割とお互いに気になって気があってですね、最後は私やっとマンハッタンに住めるようになったのよと、
いいアパートに住んでるから遊びに来ないって言って誘ってくれたんです。行ったらもう家具も何にもないですよ。ピアノしかない。もう引っ越したとこでしたからね。でやっとここに住めるようになったから、私ピアノしか置いてないけど聴いてくれるって弾いてくれたんです。その時のもうヒットチャートナンバーワンの歌をその場で歌ってくれました。すごいいい声でしたね。びっくりしました。昨日もこれを説明会をするためにもう一遍を目指そうと思ってフェイムの主題歌を YouTube で聞いたんですが、本当に迫力あるいい歌詞でした。そしてマドンナですね。今をときめくマドンナですが、これは彼女が有名になる前です。完全に無名の時、僕の友達が、ハドソン川にヨットを持ってました。そのヨットで自分の誕生日パーティーを開いたんです。で僕に仲良しだったから「おいお前なんか料理作ってくれよ」と言うんで、僕は料理を作る用意して手伝いに行ったんです。でそこへ彼女が僕の顔見知りのダンスの振付師と一緒に来たんですね。で見たところアメリカのヤンキーでした。アメリカ人ですからヤンキーですけどね。でそれでもすごく魅力があったんです。なんとで写真撮ってもいいって言ったら「いいよ、勝手に撮ったらいいじゃん」っていう感じだったんです。で撮ってて、ここにはないですけど風船がもうパーンと膨らしてパーンと割れた瞬間僕がバチッと撮ったんです。あ、彼私の今の撮ったって言ってびっくりしてました。でそれでパーティー終わって3ヶ月ぐらいしてからライカバージンが大ヒットして、で僕は名前聞いてましたから、マドンナって聞いてましたから、その友達に「この間のマドンナは今度出たマドンナか?」って言ったら「そうだ」って言うから、うわこれ儲けたと思って、売り出し前の後で有名になった人の売り出し前の写真ってそんなにないわけですから。でたまたまそれを日本に持って帰ってしばらくしたら90年に彼女は初来日した。来るということを聞いたから、その写真を取り出して新潮社の「フォーカス」という写真雑誌ありましたよね。あれに送ったら、これは本物かという問い合わせが何度も来ました。でも本物だと言ってもなかなか信用してないから、向こうで送って調べてみるとやっぱり本人だって分かって、じゃあ使わせてくれというので、フォーカスの真ん中のページ両面に使ってくれました。それと、電車の中に映る中吊りのポスターにも使ってくれて、それを見た、婦人雑誌からもまた引き合いがあって、もう5、6社が僕の写真を使ってくれました。そして、私と土井さんを結びつけてくれた人物、ジョアン・ジルベルトのお話をついにしたいと思います。今ボサノの神と言われている人ですね。土井さんはこの LP ですね、アモロソのですね、仕事で、ジョアン・ジルベルトは会われたわけですが、これどういう経緯だったんでしょうかね。この映像の旦那様と僕が友達だったんです。後から出てきますけども、それがジェフリー・ホルダーというさっきハイチに一緒に行ったモデルの一人だった人で、この奥さんであるカルメン・デ・ラバラというのもアルビン・アイレダンスカンパニーのプリマヌーンです。すごく今84歳ですけども、今一人舞台でずっとアメリカ回って踊っています。見事なダンサーですね。で彼女とこのジルベルトが同じマネージャーの下で仕事をしてたわけです。そういう関係でマネージャーから今度ジョアンの LP が出るけども写真撮らないかっていう話が来たわけです。で表紙にはジェフリーのペイントを使いたいけども、そのペイントもあなたが撮ってほしいということで、表紙のLP の裏表の写真は僕が撮ることになったんです。でそれは何にも僕分からなかったけども、今となってみればこの「アモロス」というアルバムはジョアン・ジルベルトの一番のヒット作です。世界中に出回ってます。もう100万枚近く売れてると思いますね。その時はもちろんジルベルトのことはご存知だったというお話でしたけど、でも気難しいっていうのでも相当有名な人だったんじゃないでしょうか。どう考えたんですかね、この撮影する時の手腕といいますか、それまずオファーがあった時に、そのプロデューサーの女性からですね、あなたはジョアンのこと知ってるかというから、僕は知ってました。ボサノバは好きだったし、ジョアンが、ゲッツという有名なサクソフォンプレイヤーと共演した「ゲッツ・エン・ジルベルト」というアルバムを自分で持ってましたから、よく知っているよと言ったことだけで彼女はすごく安心したんですね。ボサノバのことを
ジョアンのことも知ってくれたんだということでした。それで、実は写真撮ってほしいんだけど彼はすごく難しいと。しかも写真撮られるのはあんまり喜ばない人だからどうするっていうから、まあ会ったとこ勝負で行きましょうやと。僕は今まで誰でも平気で撮ってきてたから多分撮れると思いますよ。撮れなかったら撮れなかったら謝りますと言ったら笑ってましたけどね。で会った途端に僕は握手してねえ、ブラジルとジャパンは昔からアミーゴ友達だよねと、いっぱい日本人が向こう行ってるじゃない、言った途端に彼の表情がわーっと崩れたんです。これでも楽でした。でもこうしてこんな近くで座ってですね写真撮りやすいわけいかんじゃないですか。気難しいですからね。で悪いけどもギターを持ってきてるんだったら僕のために歌ってくれないかと言った。だからデサフィーナーのを弾き出して「あいいよ」って弾き出してくれる。でその弾いてるところをどんどん写真撮っていったわけです。だからすごく楽でした。だからそういうアプローチができたということは成功でしたね。歌ってくれて、もう彼にですよ面と向かって2人で聴いてる時にはね歌ってくれるなんて言うやつはまずいないと思います。それをまだ歌ってくれたんですからね。まあタイミング的にすごい良かったと思います。その上誰にも懐かないというそのヘレンの猫がふっと膝の上に乗ってきた。これもこんな写真ないですよまず。だからこれはアルバムの一部として使ってくれましたけどね。こういう写真が撮れたのも、まあ、接近できたおかげ、本当にこんな距離でしたから写真撮る。だから僕はニコンのカメラを持ってましたけどもシャッターのボタンが邪魔でね彼の音楽が聴きたくて仕方なかったですね。で撮影やってたらもうちょっとということで3曲ぐらい弾いてくれました。彼がの曲を彼の歌をそんな近くで3曲を聴かせてくれた、ね、ないです。誰もいないと思う。だからもうそれだけでも宝物でした。ということで、土井さんはこの一夜だけですよね、ジョアン・ジルベルト。雪が降っていた日で帰りがけなんか素晴らしい写真を撮り損ねたという話も。もう夢中になってですねこの撮影で持ってるフィルム全部使っちゃったんですよ。で撮影が終わってよかったねありがとうって言われてじゃあ失礼しますって言って外へ2人で一緒に出てたんですよ。だから雪降ってました。で彼はギターを背中に抱えてですね歩き出して5番街からタクシーに乗れたからって言うからじゃあ一緒に行こうって歩き出してちょうどパークアベニューを過ぎたあたりからすごい降ってきて僕がちょっとカバンを直して後ろに下がったんです。前を歩いてるジョアンがギターを抱えて息がバーッと積もってきてるわけですね。それを見て撮りたかった。どれだけ撮りたかったか。でもフィルムなかったんですよ。デジタルだったらね決して撮り直しできますけどねできないんですよ。だからそれをいまだに覚えてます。あの時にあの写真を撮れてたら多分他のアルバムで使ってくれたんだろうなと面白いいい写真だっただろうなと思いますけどまあ撮れなかったものは仕方ない。でも僕の脳裏にはその絵が残ってますから本当に惜しかったなと思います。まあ、土井さんはその一夜たった一夜ですね人生の中であったのはジョアン・ジルベルトでもこの物語の続きがありましていよいよジョアン・ジルベルトがですね、日本に来たのが2003年初来日公演これは土井さん聞きに行かれたんですよ。で、会わなかったんですよね。会えなかったんです。で、この後の話がどうぞしてください。まあ、来ることを分かりましたからすぐプロモーターに連絡して実は僕ジョアンの写真撮ったんだよって言ったらプロモーターですらアモロストっていうアルバムの写真を日本人が撮ったとは思ってなかったです。知らなかったです。クレジットはちゃんとレコードに入ってます。でもそこまで読んでなかったわけですから日本人が撮ったなと思ってなかった。ところがその撮った本人から連絡があったからその時写真があったら見せてほしいっていうんで送ってあげたんです。ほんならプログラムに使いたいからというのでついでに思い出話を書いてくれというので思い出話を書いたら1冊1000円の会場で売るプログラムで5ページにわたって載せてくれました。でその中の1枚をもう会えなかったけどもとにかくサインしてもらってくれって送ったらサインなんて絶対しないって言ってるよっていうのでとにかく見せてくれよって言ったら向こう覚えてくれたんです。でサインしてくれて代わりの人に渡してくれて僕に戻ってきたんです。でまあサインしてくれたからよかったけど会えなかったけど仕方ないなと思って帰ってネバ村へ帰って次の日に電話かかってきました。ジョアンから実は会いたかったけど
リハーサル中で会えなかったと、もう一遍来ないかという話だけど、とても混んでたらいけないからと言って、次回来た時にまた会おうという話で、もその日本とブラジルはアミーゴだよねって言ったことを電話で繰り返してくれたんですよ。あの時お前はそう言ってくれたなっていうことを言ってくれたからびっくりしました。もう22年前の話ですよね。ちゃんと覚えてました。私はそれでもうお聞きした時に本当に感動した覚えがございます。で、ボサノバに関しましてはこの後の映画ですね、ジョアン・ジルベルトは関係しておりませんけれども、その友人であるアントニオ・カルロス・ジョビンが音楽を担当しまして、ところどころボサノバが使われますので、ぜひお楽しみいただければと思います。さて、次はこれ最後のコーナーになりますが、親友たちということでちょっと素晴らしい写真があります。ご結婚なさった時の写真でございます。土井さん、ニューヨークのでなされたんですね。国連の真ん前にある国連協会というのがあるんですけど、そこでやらないかという話に飛んで、喜んでさせてもらったんですけど、もうこれは彼女の両親を口説き落とすネタになりました。ニューヨークでやるからニューヨーク行きましょうよということで、いやおなしに向こう納得してくれました。彼女と一緒に両親と一緒に出て行って、向こうで何人か友達いて4なんですけども、都合悪くて来れない人もいて、結局は15人ぐらいしかいなかったです。そのうちにこの4人が来てくれたんです。この4人は、両端は普通の人で友達だったんですけど、真ん中の人はさっき言ったようにジェフリー・ホーダーという有名な人で、その右側の人はコーラスラインという有名なミュージカルの主役を10年間続けてブロードウェイでやった男で、この後ろの連中はみんな2メートル近いんです。台の上に乗ってるわけで違います。後ろに立ってるんです。僕と比べるとあんだけ厚さがある。だから僕は彼らと話するときはもう首が凝って仕方ない。上向いて話したんです。でも本当にいい人たちでした。みんな仲良くしてくれました。結婚式も忙しい中できるからこの写真が残って、これ今のコーラスラインの男ですね。右の女性はリブ・ウルマン、有名な北欧の女優さんです。もう映画の名作と言われるものには必ず顔を出している東京生まれのいい女優さんです。ごめんなさい。はい、リブルマンはイングマル・ベルイマンという監督の映画によく出てますね。スウェーデン映画で、パートナーでもあった時代はありました。さて、いよいよ何回もこのお話が出てきますジェフリー・ホールダーさんのお話を土井さんにしていただきたいと思います。残念ながら実はですね、10月5日に亡くなられたんです。私も準備してましてびっくりしました。これは1975年に撮った写真です。ハイチから帰ってきてからですね、もう頻繁に電話がかけて連れ出されます。今日はこれがあるから、今日はパーティーがあるから、今日はどこどこ行くから来いよということで、呼び出されては一緒に付き合うようになりました。僕も大好きでしたし、彼も僕のことが気に入ってくれたみたいなんで、しかも自分の行く先々で写真撮ってくれる人ということもあってですね、大事にしてくれました。日本ではそれほどホルダーさんのことは知っている方は少ないんですけど、でも CNN のニュースでもトップニュースで出ているんですね。この部分ですね。ニューヨーク・タイムズでもすごいでっかい記事が出ました。それと昨日、ニューヨークからメールをいただいたんですけども、彼のためにブロードウェイの映画館劇場外の全ての電灯を1分間消したそうです。彼に何ていうんですか、トリビュートするためですね。それぐらいの力のあった人です。トニー賞という有名な舞台関係のアカデミー賞に匹敵するような賞を取ってます。ウィズっていうミュージカルの監督と衣装と音楽を担当したことで、そういう賞も取ってる人です。これは絵の方はハリウッドで作られたマイケル・ジャクソンやダイナロスが出たものですが、その前にブロードウェイ版を作られたのがジェフリーさんですね。でトニー賞演出賞というのは、つまりトニー賞というのは舞台のアカデミー賞ですので、アカデミー監督賞を取ったようなものですね。で俳優としても、かなりいろいろ出てるんです。これは007の時のですね。ハイチを題材とした映画でしたけどもね、ハイチの魔術師の役をやってました。
とにかく2メーター4センチですからすごい存在感があります。それでこれが先ほどもう画家でもあったということですね。そうですね。彼は、一部ではアメリカの黒いモジリアーニって言われてます。顔の表情を見られたらモジリアーニの絵を、浮かべることができそうな絵なんですよね。で結構暇さえあれば絵筆を撮ってましたから相当な数の絵が残ってます。たまたま私にも1枚くれましたから、ネワのデコの一番上にかけてあります。黒人のヌードですけども、愛知県の国立の芸術大学の先生が来られても久しぶりに本格的に絵を見せてもらったっていうぐらいの絵をいただいてますから、もしデコに来られる機会があったらご覧ください。この絵ですね。結構迫力のあるいい絵です。それでさっきの LP のこの方でカルベン奥さんを描かれたわけですね。このそうです。はい。これ現在です。83歳です。でアメリカツアーやってます。で YouTube でカルメンの名前を入れられると動画も見れると思います。見事なダンサーです。これ旦那さんがハーレムにあるバレエ教室で教えてるところのスナップですけども、とにかくもう和やかにでも厳しくリハーサルしてました。これは家族、息子さんと奥さんですね。これは何年ぐらい？これも77年ぐらい違うかな、1977年ぐらいで、昨年お会いになったという。はい、ありましたね。それが病気だって聞いたんでお見舞いに行ってきました。3泊4日でしたけども忙しい旅だったけど、とにかくお見舞っておかないともう会えないと思ったって。だから最初に出た写真と今と比べてみたら40年間の付き合いの記録が残ってるわけですね。でついこの間5日の日に亡くなりました。一言で言うのは難しいですが、やっぱり幌田さんってどういう土井さんにとって存在だったんですかね。僕はアメリカの親父だって言ってますね。いろいろ教わったし、そんなに、7歳ぐらいしか違いません、僕と。でも親父みたいな雰囲気を持ってました。僕自身自分の本当の親父に会ったことがないですから、この人は親父の代わりになってくれそうな人だなという感じがしましてですね。とにかく懐のでかいいい男でした。でとにかくエレガント、皆さんが考えているアメリカのチャラチャラした黒人とは全然違います。フランスとイギリスで教育を受けてちゃんと技術の勉強もしている立派な人でした。彼のことも YouTube にいっぱい出てますから、暇があったら見てみてください。これでセレブたちというコーナーは終わるんですけれども、まとめましてこのアメリカ時代ですね、十数年間いらっしゃった1970年代から80年代にかけて、この土井さんにとってどういう時代だったいらっしゃいますかね。はっきり言って、日本で食い詰めて出ていったような感じでした。自分であったスタジオも取り上げられちゃったし、次に何しようかという考え中でしたから、いっぺん外国見てもいいかということで36歳での初めての海外旅行でした。それがそのまま引き続いてニューヨークに渡って1年間いてビザを切り替えるために日本に帰ってきました。で日本で新聞記者の資格をもらって帰ったら4年間続けておれますから、これはいいなと思って頼んで新聞記者のビザを取って渡って、それっきり10年間居続けました。更新しながら。だから全く今思ってもですよ、全く自分では行く気のなかったところに流れていっちゃったんですね。流れていったところですごく気に入っていろんな経験させてもらいました。言うじゃないですか、かわいい子には旅をさせろ。僕は子供じゃなかったけども36歳で旅をさせてもらったわけです。で初めて外国を見て外国人に会って外国の文化に触れて10年間、決して楽じゃなかったです。ピザだけ食べて1週間過ごしたこともありました。でも粘り強くおったおかげで
何かが身について帰ってこれたと思います。言葉だけでも儲けもんだと思います。でも帰ってきてから何度かイタリアへ行ってます。で文化の違いを見ると、文化はあっても文明はアメリカはないです。文明はもうヨーロッパにはかなわないですね。だから考え方がおかしいか分からんけど、あの10年間14年間もしヨーロッパにいたら自分はどうなってたろうなっていう気はします。でも決して後悔はしてません。ニューヨークは面白かったです。僕を、何らかの意味で育ててくれたと思います。いまだにうちの母ちゃんはそこにいますけども、プロのかけっぱなしですけども、よく辛抱して助けてくれてます。ここでこういう話ができたのも、彼女のおかげもあると思います。そして最後に写真っていうものは、土井さんの中でどう捉えていらっしゃるんですかね。カメラはもう指先についてます、僕の場合。でこの眼鏡が写真の覗く窓になってます。だからもう体の一部になってますね。だから親友というか自分の付属員みたいな感じですから、死ぬまでシャッター切ってると思います。そういうお友達です。ありがとうございました。それではそういうことでどうもまたよろしくお願いいたします。どうぞ土井さんがよろしくお願いいたします。ありがとうございました。何がありましたら今まで足を運んでください。決して落胆するようなお店ではありません。いいものをいい状況で提供していますから、ご覧よかったら覗いてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。